ペンネームミレイちゃん、7歳の女の子からいただいた質問です。七五三の時に神社に行きました。神社とお寺は何が違うんですか？神社とお寺、これは日本人の宗教観、日本人の価値観、そして日本人の精神を長らくにわたって形成してき、そしてまた支えてきたものです。このミレイちゃんからの質問、実は私自身が非常に突き当たって、また興味を持って、そしてその違いを研究した時期があります。大学院の時です。実は私は大学院の時に宗教と音というテーマで研究をしていました。宗教の儀式の中にさまざまな音が使われてますよね。で、この音っていうのは宗教によって楽器も違えば、音色も違えば、音の出し方も違うわけです。で、私がなぜ宗教と音ということで儀式を研究したのか、その音の研究をしたのかというと、小さい時からお寺の儀式にいやおうなしに放り込まれるんです。でそこで儀式の動きが違うとか、儀式の時のそのいろんな祭壇の飾り方が違うとかいうことをですね、お坊さんたちから注意されたり叱られたり、あれを間違えた、これを間違えたって言われて、でとっても怖かったんです。ですからその儀式に出て、その儀式の時にですね、ずっと緊張していなければいけないということが随分と大きくなって、大人になってからもやっぱり怖かったんです。あそこを間違えた、あそこが間違えた、ここが違うと。でそんなことが経験としてあったので、儀式の最中っていうのはその儀式にですね、緊張と苦痛でしかなかったんですね。けれどもそもそもなんでこんなことを、堅苦しいことをやるんだろうっていうことを実は子どもの頃からずっと思ってまして、でこの儀式は何のためにやるんだろう、そしてこの儀式をずっと緊張して怖がって、そして動きが違うっていうことの他のお坊さんたちから注意されることに怯えているっていう自分がいて、そもそも私がちゃんとその儀式の動きとかそういったものをですね覚えきってないのが悪いっていうところもあるんですけども、いやそもそもでも何のためにここで礼拝をして、何のためにここで、お線香を立てて、何のためにここでこういう動きをするんだろうっていうものの中に音っていうのもあったんですね。なんでここで鐘を鳴らすんだろう、なんでここ何の意味があるんだろう。でその意味は解かれないで、儀式のやり方だけが、どうも伝わってるっていうことが多くあるんですね。ですからそれが証拠に、その儀式、いろいろなその儀式に関しても、これどういう意味なんですかって聞くとね、地方によってみんな違ったりする。でまたその意味も何だかよくわからないんだけれども、こういうルールなんだと、こういう決まりなんだと、だからいいからやれという世界でどこかにある。なのでそれに対してね、参加をする側としてはそれがいいかもしれない、修行僧であるうちはそれがいいかもしれないけれども、やっぱり一家事の住職になったりね、むしろその儀式を執り行う側としては、やはりなぜこの儀式があるのかっていうことをむしろちゃんと知ってなければいけない。そしてもっと言うと、その儀式というのはやはりそこへ参加する人たちの心に何らかのその放悦をもたらしたり、何らかのその心が動くということがなければ、その儀式をやることの意味がやっぱりない。なのでこの儀式はやはり時代によって変わっていくものですし、地域によってやっぱり変容していっているものだっていうことをですね、この仏教に限らず、キリスト教とかイスラム教とか、また日本の中で言えば神道というところも含めてですね、
ずっとこう調査して回ったっていうのが私の大学院時代でした。だから本来は2年間なんですけども、それを3年間私はフラフラしてて大学院に行ったんですが、でこの儀式に対しての切り口ね、でそれが、音だったんです。でこれが本当に面白い世界で、そこへ私も入り込んでね、例えばオーストラリアの原住民の人たちのそのアボリジニの音楽とか、ね、いろいろとその日本の中でも続いている伝統の音楽とか、そういったもの、音ですね、でそういったものをずっとこう調べていって、でそこへ一緒に行って一緒に楽器を演奏して一緒に歌を歌って一緒に大人ごとをしてっていうことをやってることが楽しくって、3年間を過ごしたのが私の大学院の時でしたけれども、さて話を戻して神社とお寺何が違うか。まずね、皆さん考えたことあるでしょうか。神社に行くとチリンチリンチリンというかジャラジャラジャラってやりますよね。鈴を鳴らすんですよ。でお寺に行くとゴーンって鐘を鳴らします。神社に行くと鈴を鳴らして、お寺に行くと鐘を鳴らす。この音っていうことでも全然違うんですね。でまたね、お供え物をする時、例えば神様にお供えをする時っていうのは、地鎮祭の時とかね、なんかいろんな時とかそうですけど、大根そのままとか人参そのままとか、なんか昆布とかね、なんかそういうものをお供えしたりする。でもお仏壇の前で仏様にお供えする時っていうのは、仏様の前に私たちが食べるような加熱調理をした食べ物、お膳をお供えしたりする。神様と仏様でお供えするものが違うんですよ。神社に行ったら鈴を鳴らす、お寺に行ったら鐘を鳴らす。お供えするものも神様に対してはこの大根とか人参とかスルメとかそういったもので、仏様に対してはおまんじゅうとかお菓子とか、そういった今の加熱調理をした、ね、お膳をお供えする。どうやらここにミレイちゃんの質問の答えが含まれている。それは何かって言ったら、神社は神様が祀られているところです。そしてお寺は仏様が祀られているところです。でね、お供えするものを鳴らしていくものっていうのがそれぞれ神様に対してその鐘を鳴らしたり鈴を鳴らしたりっていうのもね、そこに祀られている人がそもそも違うので、そこに届いていく音もまた違うっていうことですね。そこへ備えていくものも違う。さて神様の方の話からしましょう。神様というのは、その神社に祀られている神様というのは主にですね、日本の場合は自然神なんです。自然の大いなる大自然、それそのものが神なんですね、日本人にとっての。で一部ね、例えば太宰府天満宮とか神様でない元人間だった人がお祭りされているところもありますけれども、基本的には日本の神社というのは、例えば伊勢神宮に行ったら天照大神ですよね。でこれは実は正体は太陽なんです。で古来日本人は大自然の太陽とか、山に行ったら山の神がいる、川に行ったら川の神がいるというふうにして、自然界の八百万いろんなところにそれぞれ神様がいらっしゃる。でそのいろんなところにいらっしゃる神様が時には厳しく、でも時には豊かな自然の恵みを私たちに与えてくれるっていうことで、ね、そこに何か大いなる力があるんじゃないか、それを神と呼んだんですね。ですから大地に種をまけばそこに太陽のお日様の光が当たって、そして私たちの生活のね、糧であるご飯が育つ、お米が育つとか、そういうふうにしてですね、とにかく自然の神様、その自然の神様に私たちは支えられて生きているんだと。だから
神様のもとにですね、大自然の恵みをそのまんまお供えするというのがお供え物なんですね。そしてまたその神社に行くと鈴を鳴らすって言いましたけども、この鈴は余韻がないんですよ。ジャラ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 終わる。で一方お寺の鐘はゴーンという響きがあります。人間の感情に作用してくるというのはこのお寺の鐘の方ですね。私たちの悲しみとか苦しみとかそういったものに何かしらぐーんと寄り添ってくる。神様はどちらかというともっと厳しいイメージですね。私たちがちゃんと見守ってくださってるんですけれども、鈴を鳴らしたりした時に余韻が残らない、ジャラ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 チリンチリンチリンって終わり、ゴーンという響きがない。でなぜかって言ったら、それはお祭りしてあるその対象が神であるから。神は人間じゃないんです、ね、なのでお供えするものもそこで鳴らす楽器も雅楽ってね言われるようなその神社で、奉納されているようなその音楽にしてもそうですね。現代のその音楽のようにリズムがドンチャカしてたりズンチャカしてたりとか、ノリのいいっていう感じじゃないですね。ほーんとずーっと一定の音があって、なんとなく人間の世界でないような神々しい世界をずっとその音によって表現するわけですけれども、でそれはやはり大自然そのものを表現したりとか、神様の存在を表現したりっていうことがやっぱり音になっていった。結論から言うと、神社に祀られているのは大自然の神、つまり人間ではないという存在です。大いなる神です。で一方で仏教はお釈迦様がというインドで、今から2500年以上前にインドに存在した一人のゴータマ・シッダルダという人間によって提唱された教え、それが仏教です。でその後ね、そのお釈迦様以降、そのお釈迦様のお弟子さんたちのお坊さんたちがいっぱい素晴らしい方が出られたわけですね。でこの優秀なお坊さんたちもそれぞれ信仰の対象になっていきましたし、同時にまたお釈迦様の亡き後、お亡くなりになった後にですね、一部その架空の仏様、観音様であったり阿弥陀様であったりっていう、実際に生きていた人ではないんですけども、架空の仏様が創造されることはあったんですけど、それでもそれはお釈迦様の教えを継承したお弟子さんたちというような認識でね、祀られていることが多いんですね。なのでお仏壇の中とか、それからお寺の中のご本尊と言われる人たちは、基本はお釈迦様、つまりかつて生きてた人です。ミレイちゃんのお家にも仏壇があるかもしれませんけれども、この仏壇の中にも神様じゃなくて仏様が祀られてますよね。お仏壇の中に祀られている人たちは誰ですかって言ったら、お仏壇はおじいちゃんやおばあちゃんをお祀りするところじゃないんです、ね、お仏壇は信仰の対象としてお釈迦様をお祀りしたりとか、ね、それから宗派によってはいろいろな他の仏様も祀られているかもしれませんけど、基本は人間であった人が祀られている。そこにおじいちゃんやおばあちゃんたちのご先祖様の人たちのお位牌も入れてもらっているという状態ですね。でなのでこのお仏壇の中に入っている人って誰なんだろうと思ったら、みんなかつて生きてた人っていうのが前提なんです。ですから生きてた人には生きている人と同じような扱いをするんですね。対応をします。例えばミレイちゃんのお家にお友達が遊びに来た。その時にお母さんがね、もう畑で新鮮な大根が取れたよって大根そのままボーンって出したら食べれたもんじゃないですよね。もしくはスルメそのまま出してどうぞって言われても食べれないです。やっぱりそこに手を加えて食べやすくして加熱調理をして加工する。そしてそれをですね出して、で果物食べたりお菓子食べたりお茶飲んだり、ね、私たち人間と同じようにもてなす。それがお仏壇の飾り方なんです。つまり神をお祭りしているところか、それとも
仏様をお祭りしているところか、それがまず違う。そしてもう一個ね違いがあるんですけど、いろんな違いがあるんですけど、もう一つ特徴的なところで言うと、神社に行くと神主さんってあんまりお説教をなさったりっていうイメージないと思うんですね。そのお祓いをしてくれたりとかお祈りをしてくれたりっていうことはありますけれども、神社の神主さんが行ったらお説教するってあんまりないです。でもお寺のお坊さんっていうのは、今はお説教なさる方もなさらない方もあるかもしれませんけれども、私のようにいろいろ仏の教えを説く、ね、ということがあります。それは何でかって言ったら、神様は何もおっしゃらないんです。言葉で何かおっしゃるってことはないんですね。で、仏教はお釈迦様が悟りを開かれてからお亡くなりになるまでの間にずっと人々に説かれた教えが仏教なので、お寺に行くとお坊さんはお説教なさる、そういったいろんな教えを教えてくださる。で、神社に行くと神主さんがこれが神の教えですっていう何か文章を私たちに教えてくれたりということはない。ご本人が祝詞を唱えられたりはしますけれども、私たちに対して何かメッセージを神からくださるということは基本的には神社ではないと思いますね。そこはまた違いだったりする。ということで、それぞれひっくるめて言うとね、神社というのはこの私たちを戒めている大自然そのものに対しての敬意、この自然に感謝をする、そして自然の恵みに感謝をしてその自然を大切にしていくって、そんな教えが秘められたところが、その象徴が神社だと思ってください。そしてお寺というのは人間、ブッダ、お釈迦様が私たちの心の中には起きてくるさまざまな苦しみとかね、さまざまな人生の課題、こういったことに対してなぜそんな苦しみが起きてくるのか、そしてその苦しみをどうしたら手放すことができるのか、どうしたら私たちが心を良いことをして、そして悪いことをしないで、そして自分の心をね楽しく穏やかに、そしてみんなとどうやって調和して生きていったらいいのか、仲良く生きていったらいいのかということを教えてくださった、その教えを受け継ぎ皆さんに伝えていく、それがお寺だと思ってください。で、この両方ともが私たち日本人にとってね、とっても大事な役割を果たしてきた。だから神社に行ったら大自然の私たちを生かしている大自然を大事にする、そういう教えがあるんだな、そういう象徴なんだなと思ってください。で、お寺に行ったら何か私たちが生きていく上でね、とてもどうやって生きていったらいいのかっていう自分の人生にとって大事な教えがそこにある、そう思って神社とお寺にお参りしていただくといいのかなと思います。ちょっと難しい話になってしまったかもしれませんけれども、神社とお寺の違いいっぱいあるんですが、そのうちのいくつかちょっと今回は挙げてみました。そんなことで、ぜひ神社もお寺も機会あってね、行く時があったらそれぞれ神様がいらっしゃるところ、そして仏様がいらっしゃるところ、大自然が象徴されているところ、そして私たち人間の知恵が示されているところ、そんな感覚でお参りしていただければと思います。ミレイちゃん、そんなことで、とても、本質的でね、またシンプルで、でもいい質問をくれました。ありがとうございました。